こんにちは。マジ恋研究所です。今日のテーマは本音は逆です。大好きな男を前にすると女性がつい冷たくしてしまう心理トップ10についてお話しします。もしかしていい感じだと思っていた彼女からの連絡が急に減ったり、デートに誘ってもはぶらかされたりして、あれ嫌われたのかなと一人で枕を濡らしていませんか？その不安、痛いほどよくわかります。でもここで諦めるのは早すぎます。実は最新の調査によると、女性の7割以上が好きな人に対して素直に好意を出せず避けてしまう、いわゆる好き避けをしてしまうと回答しているのです。そう、彼女のその冷たい態度はあなたへの拒絶ではありません。むしろあなたへの好意が限界を超え、彼女の脳がパニックを起こしている極限の信頼の証である可能性が高いのです。この動画では多くの男性が脈なしと勘違いして自滅してしまう女性特有の愛情表現をランキング形式で解説します。進化心理学や脳科学の観点からなぜ愛するほどに冷たくなるのか、そのメカニズムを解き明かします。この動画を最後まで見れば、あなたは女性の不可解な行動に惑わされることなく、自信を持って彼女の安全基地となり、確実に関係を進展させることができるようになるでしょう。それでは女性の複雑な深層心理の海へ一緒に潜っていきましょう。第10位は感情的な試し行動です。これはわざと不機嫌になったり無理なわがままを言ったりしてあなたの反応を見る行動のことです。心理学者のジョン・ボールビーが提唱した愛着理論に基づくと、これは相手が自分にとっての安全基地になり得るかどうかを確認するテストです。女性は本能的に、私がどんなに感情的になってもこの人は見捨てずに受け止めてくれるだろうかということを無意識に確認しようとします。例えばデート中に些細なことで彼女が急に黙り込んだり、もう帰ると言い出したりしたことはありませんか？多くの男性はここで面倒くさいなとか俺何かしたと論理的に解決しようとしますが、それは逆効果です。彼女はあなたの論理的解決能力ではなく感情的な包容力を試しています。この行動が出たということは、彼女の中であなたの存在が大きくなり失うのが怖いという不安が芽生え始めた証拠なのです。ここで動じずに、そっか今日は疲れちゃったかな、大丈夫だよと優しく受け止めることで、あなたはテストに合格し彼女の特別な存在へと昇格します。第9位はタイパの放棄です。現代はタイムパフォーマンス、いわゆるタイパ至上主義の時代です。特に20代の女性の多くは無駄な時間を極端に嫌います。しかし本当に好きな男性の前ではこの効率性が崩壊します。どういうことかというと、生産性のない、ただ一緒にいるだけの非効率な時間を共有しようとするのです。例えば特に用事もないのに電話をつないだままにしたり、結論のない会話を延々と続けたりする行動です。進化心理学の観点から見れば、女性にとって時間は生殖と育児に関わる貴重なリソースです。その貴重なリソースを何の実益もない時間に費やすということは、それだけあなたとの情緒的なつながりを優先しているという最強のサインなのです。もし彼女が「ねえなんか話してよ」と中身のない会話を求めてきたり、沈黙が続いても電話を切ろうとしなかったりしたら、それはあなたと同じ時間を共有すること自体に価値を感じている証拠です。効率よりも共有を選んでいる彼女の愛に自信を持ってください。第8位はあえての塩対応ラインです。直接会っている時は楽しそうなのに LINE になると急にそっけなくなる。このギャップに苦しむ男性は非常に多いですよね。しかしこれは心理学でいう認知的不協和を解消しようとする動きの可能性があります。彼女の中であなたへの好意が高まりすぎると、私はこんなに彼が好きなのに彼は同じくらい私を思ってくれているのかという不安、つまり不協和音が生じます。この不安から自分を守るためにあえてラインをそっけなくすることで、私はそんなに彼に夢中なわけじゃないと自分に言い聞かせ、心のバランスを保とうとしているのです。具体的には長文を送ったのに「そうだね」だけの短文で返ってきたり、既読がついているのに返信が翌日になったりするケースです。これは嫌いだから雑に扱っているのではなく、丁寧な返信をしようとしすぎて文章がまとまらなかったり、即レスして重い女と思われるのを恐れたりした結果の回避行動です。ここで追撃ラインを送るのは NG です。彼女のペースを尊重し、ゆったりと構えることで彼女の不安は自然と解消されていきます。
第7位は逆見合いトークです。これは来週は忙しいんだよね、しばらく仕事がバタバタしそうでといった一見すると誘いを断るための予防線のような発言です。言葉通りに受け取れば会いたくないのかなと感じてしまいますが、深層心理ではあなたからもっと強く誘ってほしい、私の都合に合わせてくれる優しさを見せてほしいという高度な誘導技術である場合が多いのです。社会心理学における希少性の原理を無意識に応用しており、自分の時間を手に入りにくいものとして提示することであなたからの価値を高めようとしています。もし彼女が本当に会いたくないなら、具体的な忙しさの理由は言わず、ただフェードアウトを狙うはずです。仕事が来週はと具体的な期間や理由は口にするのは、その期間がよぎれば会えるという暗黙のメッセージを含んでいます。じゃあ落ち着いたら美味しいものでも食べに行こう、無理しないでねと逃げ道を用意しつつ未来の約束を取り付ける余裕を見せれば、彼女の心は確実にあなたに傾きます。第6位は視線の拒絶です。目が合った瞬間にパッとそらされる、しかも少し不自然なほど素早く。これはあなたを嫌っているから見たくないのではなく、脳内のドーパミン放出による興奮を隠そうとする反射的な行動です。人間は興味のある対象を見ると瞳孔が開き、無防備な状態になります。好きな男性と目が合うということは、自分の行為がバレてしまうリスクと直視できないほどの恥ずかしさが同時に襲ってくる状況です。そのため本能的に防御反応として視線をそらしてしまうのです。もし目が合った直後に彼女が下を向いたり髪を触ったり落ち着きのない仕草を見せたりしたら、それは脈あり確定演出です。嫌いな相手なら視線をそらした後に無表情に戻るか、冷ややかな視線を送り返してくるでしょう。さてランキングもいよいよ後半戦ですが、ここで一つあなたの恋愛運を劇的に向上させる魔法のアクションをお伝えします。今すぐこの動画のコメント欄に最高の出会いを引き寄せると書き込んでみてください。心理学には宣言効果というものがあり、目標を文字にして公言することで無意識がその実現に向けて行動を開始するという強い力が働きます。あなたのその前向きなエネルギーは必ず画面の向こうの彼女にも伝わります。嘘だと思ってぜひ試してみてくださいね。第5位は自己肯定感のベアマーケットです。ベアマーケットとは相場が下がっている状態のこと。つまり私なんて可愛くないし、どうせ私となんていてもつまらないでしょといった自分を卑下するような発言を繰り返す行動です。これは面倒なネガティブ発言に見えますが、心理学的には承認欲求の裏返しであり、あなたに対する最終選考を言っている状態です。彼女は自分自身の価値を低く見積もることで、あなたがそれを否定し、そんなことないよ、君は素敵だよと言ってくれるのを待っています。これは自分の自信のなさをあなたの言葉でうずめようとする甘えの行動なのです。ここでそんなことないよというだけでなく、俺は君のそういう真面目なところが好きだよと具体的な理由を添えて肯定してあげてください。彼女の自己肯定感を満たすことができる唯一の男性になれば、彼女はあなたから離れられなくなります。第4位は怒りのカモフラージュです。ちょっとしたことで不機嫌になったり、あなたに対してだけ当たりが強かったりする行動です。感情心理学の観点から解説すると、人間の感情は層になっています。怒りというのは表面的な二次感情であり、その奥底には必ず寂しい、悲しい、分かってほしいという一次感情が隠れています。彼女があなたに怒りをぶつけるのは、あなたになら本音の感情を見せても大丈夫だと無意識に甘えているからです。どうでもいい相手にはそもそも感情を使いません。無関心でいるのが一番楽だからです。彼女がプリプリしている時、その裏にはもっと構ってほしかった、寂しかったという一次感情が隠れていると見抜いてください。怒らせてごめんと謝るだけでなく、寂しい思いをさせてごめんねと一次感情に寄り添う言葉をかけることができれば、彼女の怒りは一瞬で氷解し、深い信頼へと変わります。いよいよトップ3です。ここからはより本能的で強力なサインになります。第3位はオキシトシンの罠による不安増幅です。恋愛関係が進み、お互いの距離が縮まると、脳内ではオキシトシンという幸福ホルモンが分泌されます。これは安らぎや信頼をもたらす素晴らしい物質ですが、実は副作用があります。それは愛着対象を失うことへの恐怖を増幅させるという性質です。大好きになればなるほど
オキシトシンの作用で、もし彼がいなくなったらどうしようという不安が強烈になり、その反動で傷つく前に自分から距離を置こうという矛盾した行動に出てしまうのです。デートの後に急に連絡が途絶えたり、幸せな時間の直後に冷たくなったりするのは、このオキシトシンの罠にかかっている証拠です。彼女自身も自分の感情がコントロールできずに苦しんでいます。このメカニズムを知っていれば、彼女の不安定さを愛されている証拠として受け入れ、どっしりと構えていられるはずです。第2位は闇の共有、ダークボンディングです。過去のトラウマ、家族との不仲、誰にも言えないコンプレックスなど重たい話を打ち明けてくる行動です。一見すると恋愛ムードを下げる行為に見えますが、これはこれほど重い私を受け止められるかという魂レベルのテストです。心理学では深い秘密を共有することで結びつきが強まることを自己開示の偏方性と言いますが、ダークな部分の共有は通常の自己開示よりもはるかに強力な接着剤となります。彼女はあなたに逃げてほしいのではなく、それでも逃げないあなたを見たいのです。この時アドバイスは不要です。ただ静かに話を聞き、話してくれてありがとうと伝えるだけでいいのです。あなたが彼女の闇を受け入れた瞬間、2人の関係は他人が決して入り込めない領域へと突入します。第1位は臨界点超えの完全回避です。これが最も多くの男性が勘違いし諦めてしまうサインです。話しかけても目を合わせない、近くに行くと逃げる、まるで嫌われているかのような徹底的な避け行動です。当研究所の分析によると、女性の内心の行為レベルが 70% という臨界点を超えると、脳が処理しきれないほどの興奮と恐怖を感じ、バグを起こしたように回避行動が急増することが分かっています。これを好き避けのパラドックスと呼びます。中途半端な好きなら普通に話せます。しかし遺伝子レベルでこの人だと感じてしまった相手に対しては、自分を保てなくなる恐怖から本能が逃走を選択させてしまうのです。この時の見極めポイントは一貫性のなさと緊張感です。嫌いな人を避けるときは無関心で冷淡な空気が漂いますが、好き避けの場合は挙動不審で空気が張り詰めています。もし彼女があなたを避けているのに遠くから視線を感じたり、周囲の友人にはあなたの話をしていたりするなら、それは好意が爆発寸前のサインです。焦って追いかけ回さず、僕はいつでもここにいるよというスタンスで挨拶などの軽い接触を続けてください。彼女の脳内パニックが落ち着いた時、彼女は必ずあなたの元へ戻ってきます。いかがでしたでしょうか。今日ご紹介した10の行動は理屈では説明できない女性の本能から来る愛のサインです。多くの男性は女性の表面的な言葉や態度だけを見て、脈なしだ、嫌われたと判断し、自ら恋の幕を引いてしまいます。しかしこの動画を見てくださったあなたは違います。冷たさの裏にある極限の信頼と恐怖を読み解く視点を手に入れました。彼女が冷たいのはあなたを嫌っているからではありません。あなたという存在があまりに大きく、どう接していいかわからなくなっているだけなのです。どうかその不器用なサインを見逃さないでください。あなたが安全基地として揺るがない自信を持って接し続けることで、彼女の不安は安心へと変わり、2人の関係はかけがえのないものになるはずです。この動画を見て少しでも勇気が湧いた、参考になったと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると今後の活動の大きな励みになります。それではまた次の動画であなたにお会いできることを楽しみにしています。